皆さんこんにちは。今回は新作カードゲームラブライブシリーズオフィシャルカードゲーム、通称ラブカの遊び方を紹介します。ラブカではライブカード、メンバーカード、エネルギーカードという3種類のカードを使用します。ライブカードとはその名の通りライブをするためのカードです。ラブカではこのライブカードでライブを行い、相手より先にライブに3回勝利したプレイヤーの勝利となります。このライブを成功させるために力を発揮するのがメンバーカードです。そしてそのメンバーカードを登場させるために使うのがエネルギーカードです。カードの種類が分かったところで、次はゲームを始める準備をしていきましょう。最初にメインデッキをシャッフルしてメインデッキ置き場に置きます。じゃんけんなどで先攻と後攻を決めましょう。その後お互いにデッキの上からカードを6枚引いて最初の手札とします。この時最初に引いた6枚で欲しいカードが引けなかったとなっても大丈夫。ラブカでは最初の手札は交換を行うことができます。手札交換をする場合にはまず手札を任意の枚数だけ選んで、他のカードと混ざらないように裏向きで置いておきます。その後選んだ枚数と同じ数だけデッキからカードを引きます。そして最後に裏向きで置いておいたカードをデッキに戻してシャッフルします。これで手札の交換は終了です。続いてエネルギーデッキからエネルギーカードを3枚表向きでエネルギー置き場に置きます。これでゲームを始める前の準備はバッチリ。早速ゲームを始めていきましょう。先行プレイヤーからまずはアクティブフェーズ。アクティブフェーズはエネルギー置き場にある横向きのエネルギーカードを全て縦向きにできるフェーズだよ。2ターン目からは横向きのエネルギーも増えてくるから覚えておこう。続いてエネルギーフェーズ。エネルギーデッキからエネルギーカードを1枚エネルギー置き場に置きましょう。次はドローフェーズ。メインデッキからカードを1枚引いて手札に加えましょう。続いてメインフェーズ。メインフェーズにできることは2つ。1つ目がステージにメンバーカードを登場させること。2つ目がステージのメンバーカードの効果を使うことです。この2つは好きな順番で好きな回数実施して OK。 それではメンバーをステージに登場させてみましょう。メンバーカードの右上に書かれている数字がそのメンバーを登場させるためのコストになります。メンバーカードに書かれたコストと同じ枚数だけエネルギー置き場のエネルギーを横向きにして、これでステージにメンバーを登場させることができました。ここでワンポイントアドバイス。メンバーカードの登場には実はもう一つ方法があります。それがバトンタッチ。バトンタッチではすでにステージにいるメンバーを控え室に移動させることで、そのメンバーのコストと同じだけ新しく登場させるメンバーのコストを支払ったことにできます。メインフェーズが終わったらエンドフェーズ。先行のターンは終了し、後攻も同じ流れでターンを行います。次はいよいよライブフェーズ。最初はライブカードセットフェーズ。手札のカードを3枚まで選んで裏向きでライブカード置き場に置くことができます。その後置いた枚数と同じ枚数だけメインデッキからカードを引きます。続いてパフォーマンスフェーズ。先行プレイヤーは裏向きで伏せたカードを表向きにします。表向きにしたカードの中にライブカード以外のカードがあれば控え室に置きます。表向きにしたカードの中にライブカードがあればライブスタート。ライブが成功するかどうかチェックしていきましょう。ライブを成功させるためにはライブカードに書かれた必要ハートを確認しましょう。例えば B ビルで言うと赤色のハートが1つ、紫色のハートが1つ、灰色のハートが1つの合計3つのハートが必要ハートということになります。次に手に入れているハートを確認していきましょう。ステージに登場しているメンバーカードに注目してください。メンバーカードの左上には様々なアイコンがあります。そこに書かれている縦向きのハートのことを基本ハートと呼びます。この基本ハートと必要ハートを比べて足りていればライブ成功、足りていなければ
ライブ失敗となります。例えば今ステージにいるメンバーカードは紫色のハートが2つなので赤色のハートが1つ足りていないですね。そんな時でも大丈夫。ライブ成功に向けて応援の力、エールのチェックを行っていきましょう。メンバーカードに書かれた丸いペンライトのアイコンに注目してください。このアイコンのことをラブカではブレードと呼びます。パフォーマンスフェーズではステージにいるメンバーが持つ全てのブレードと同じ数だけメインデッキをめくって新たにハートを獲得することができます。このメインデッキをめくることをブレードによる応援をイメージしてエールと呼びます。今回はブレードが1つなのでエールでカードを1枚めくってみましょう。エールでめくられた時に力を発揮するのがブレードハート。さっきめくったカードには赤色のブレードハートが1つありますね。それではライブが成功しているか確認してみましょう。確認まで終われば先行パフォーマンスフェーズは終了。同じ流れで後攻パフォーマンスフェーズを行います。後攻のパフォーマンスフェーズが終わったらライブ勝敗判定フェーズ。どちらか片方のプレイヤーのみがライブを成功させている場合は成功したプレイヤーがライブカード置き場のカードを1枚成功ライブカード置き場に置きます。お互いにライブを成功させている場合はライブカード右上に書かれたスコアを確認します。この場合はスコアの大きいプレイヤーのみが成功ライブカード置き場にカードを1枚置きます。ここでスコアが同点の場合だけ特別な処理を行います。スコアが同点の場合はお互いに成功ライブカード置き場にカードを1枚置きます。ただしこの結果ゲームの勝敗がついてしまうプレイヤーだけは同点だと置くことができないので注意してください。ここで最後のポイントです。ラブカでは先攻後攻がゲーム中に変わる場合があります。ライブ勝敗判定フェーズでどちらか一方のプレイヤーのみが成功ライブカード置き場にカードを置いた場合そのプレイヤーが次の先攻となります。次のターンで間違えないようご注意ください。というわけでここまでがラブカの基本的なルール、ゲームの流れについての説明となります。ラブカ公式サイトでは最新情報を随時お届けしています。もっと知りたい方はぜひチェックしてくださいね。以上、渋谷カノン役の伊達さゆりでした。